端切れで作るキーホルダーポーチの作り方です。内側は裏地付きです。エアタグがぴったり入るサイズで、お薬や小銭も入れられます。お薬ならこのぐらいの大きさのが4つぐらい入って、まだもう少し入りそうです。出来上がりサイズは横が5センチ、縦が5センチくらいです。材料はこちらです。7×6 センチの布が4枚と 7×10 センチが1枚、4×4 センチのタブ用の布とホック1組、リーカンとキーホルダーパーツです。リーカンは今回は 1.5 センチ幅のものを使います。カットした布はこちらのような配色になります。これが外側の2枚、内側の2枚、これが一番手前の1枚になります。生地は薄手のものを使って表側だけ接着芯を貼ると良いです。1枚だけ長い布を半分に折ります。表が外側に来るようにします。カーブを描きます。横が7センチになるように置いて3センチカーブを描きます。重ねて切り取ります。こちらの最初に折ったものは折り目の空いてる方を上にして重ねます。裏から見るとこんな感じで輪になっている部分が1センチ短くなります。ここをカットします。外側の2枚にリーカンを挟みます。リーカン用のタブを折ってアイロンを当てます。リーカンに通して直線の真ん中に留めます。もう1枚と重ねて留めます。1センチの縫い代で縫います。開いて表からもミシンをかけます。これはなしでも大丈夫です。2枚同じ布があると思うので1つを1センチ折ります。生地を重ねていきます。2つ折りにした布を下に置いてリーカンは上にします。次にさっき折った布を上に揃えます。最後に何も折ってない布を
下に重ねて周りをクリップで留めます。1センチの縫い代でぐるりと縫います。縫い代を5ミリぐらいカットします。このまま返しても良いですが、カーブのところに切り目を入れるときれいに仕上がります。返し口から表に返します。ポケットを表側に返します。この下がポケットになるので、上の端を縫います。この時に D カンが下を向いてるとミシンの針が折れてしまうので、必ず D カンは上に向けてから端を縫います。蓋を閉めて下から 1.5 センチぐらい開くくらいにします。この切り替えから5ミリぐらい上です。位置を決めたらクリップで留めてホックの穴の印をつけます。蓋の端から1センチぐらいのところに印をつけて、ここにホックを通します。重ねた状態で目打ちで軽く通します。下に印がついたら2箇所に穴を開けてホックを通します。今回は1センチのホックを使いましたが、1.3 センチや 1.4 センチのものでも良いです。キーホルダーパーツをつけたら出来上がりです。